新しい茶筅を買った。これから新しい抹茶ライフが始まる。これ買ってきた新しい茶筅。紙の箱に糊でくっついてるから剥がすと紙がくっついてくるんよ。これ大体手で取れるけど、きれいに取るにはこういう濡れた布巾で拭く必要があると。知らんかった。で、茶筅ってね、糸で結んでるところがあって、ここね、ここは濡らさないように。この糸の部分は使うとき、洗うときも濡らさないように。濡れるとカビが生えてくることもあるらしいです。これ今まで買ったものと比べてすごく細くて持ちやすいです。あ、全然違うんやな。で、この茶筅、真っていうそうです。今までね、和穂80本立て、100本立てって買ってきたけどもね、初めてのタイプです。今まで買ってきたものも、これも奈良県の高山で作られたものですね。高山といえば、国内唯一の茶筅の産地で抹茶を立てやすく、耐久性のある最高級品が作られています。この美しさ、このラインがすごく綺麗やね。いやー、言葉が出ない。ずっと見てられるな、これ。で、これ一回濡らすと形変わってしまうから、この状態にはもう戻らないから、今の間にね、見納めないと。綺麗。茶碗は立てやすい形っていうのがあって、手頃な大きさ、深さで、表面がこうつるっとしてればすっごい立てやすいです。これは好きな茶碗やけども、なんでかって言ったら、立てやすいっていうのもあるけども、このね、ゆっくりいこかっていう文字がね、そこに書かれてあって、これすごく気に入ってます。これ本当にね、飲み終わった後にこの文字を見て、ほっこりするなーって、メッセージ性のある茶碗ってね、今までこんなん知らんかったなーと思ってね。こういう茶碗の選び方もありです。最近お気に入りでずっとこればっかりね、使ってますね。抹茶って抹茶の粉にお湯を注いだだけのものやから、お湯はすごく大事で、日本は水道水が美味しいからそのまま使えるけども、ちょっとこだわりがあって、水道水を2分間沸騰させたものを使っています。これなんでかっていうと、お湯って沸騰させ続けると味が変わっていきます。沸騰したすぐっていうのは爽やかな味わいなんですけども、だんだん甘くなってきます。ちょっと甘くなったってすごいなって。で、さらに沸騰させると今度は甘みが消えてちょっと美味しくない。なんでか知らんけど。なのでちょうど2分で止めてポットに入れます。湯冷まし、お湯を冷ますために使うもの。これは取っ手があるのでこれを使っています。抹茶はね、大事ですよ。本当にいいものを買ってほしい。抹茶の違いなんて最初はちょっとわからないなって思ってね、わからんから安いの買ってしまおうっていう人もいるかもしれないけども、これだけは言えます。最初は抹茶、いいのを買いましょう。30g2000円が目安かな。抹茶は安いとね、味が苦かったり渋かったりしてね、やっぱり抹茶ってやっぱりうまく立てられないな、うまく立てられないから苦いんかな、美味しくないねんなって思ってしまうとね、抹茶難しいって思ってしまう。抹茶の本当の良さに気づかないというか、それうまくね立てられないから苦いんじゃなくて、苦い抹茶を使うから苦いんです。それは抹茶って高いものは美味しいから、どんな立て方でも美味しい。何回か立ててるうちに立て方はうまくなるから、初めはぜひいいものから始めてほしいです。茶筅、この真っていうのは茶筅を作っている伝統工芸士の人からすごく使いやすいしいいよって勧められたんで、今回初めて買いました。これ楽しみなんよね。使い心地はどうなんかなって。みんな言いますもんね。高山のは全然違うって。
じゃあ早速抹茶を立ててみましょう。まずは茶碗を温めます。茶碗をあらかじめ温めると抹茶は美味しくなるんよね。で、茶筅をまず濡らします。濡らしたらね、これ茶筅の先が柔らかくなるので折れにくくなるんかな。乾いた茶筅をそのまま使うとね、折れやすくなるので、できるだけ最初に濡らしておく。まあ糸にね、お湯がつかないように。こんな感じかな。 OK。 で、茶碗を拭いたら抹茶を入れます。まあだいたい 2g 程度って、茶杓があれば茶杓を使ってもいいけども、もうこういうスプーンでも OK。 2g です。で、これ指を使ってね、指に当ててトントンとしてあげて、スプーンに残った抹茶を落としてくださいって教えてもらったので、そうしてます。それまではそのまま茶碗に打ち付けてたけども、もしかしたら茶碗が割れてしまうかもしれないということで、使った抹茶は必ず空気を抜いてクリップなどでしっかりと留めるということが大事。劣化が早いからね、抹茶は。抹茶を茶こしで振る方法もあるけども、水をちょっと入れることで最初練ってダマをなくすようにしてます。その方が洗い物も減るしね。こうずっとね練っていくと、だんだん香りが立ってきて、表面がちょっとピカッと光ってくるんやね。これがまたいいんです。ふわーっと香りも立ってきてね、いい香り。きれい。きれいですね。それから湯冷ましにお湯を入れます。熱湯をそのまま抹茶に注ぐと苦くなりやすいので、ちょっとだけワンクッション湯冷ましに注ぐことで温度を下げてます。だいたい抹茶を立てるとき80度くらいかな。で、軽くなじませてから茶筅を振って前後前後で、これできるだけね、大きく振ってあげた方が泡が立ちやすいです。あ、この茶筅すごく立てやすい。で、泡を作るのは2段階で、初めに泡の厚みを作って、それから表面の泡、大きな泡ね、潰していくという風な動作にすると結構きれいになります。で、最後のの字を描いて引き上げると完成です。出来上がり。きれいですね。きれい。ということでいただきます。美味しい。まあこんな感じでね、使った茶筅は熱湯でさっと洗うとすぐ乾きます。糸を濡らさないようにね。ということで簡単でしょ。で、まとめということで、抹茶ライフを始めるには、まずはね、茶筅と抹茶があれば OK。 あとは好きなもの、茶杓がなかったらスプーンでいいし、湯冷ましがなかったらマグカップでいいし、お湯だけねしっかりと準備をしてもらってということでおすすめです。茶碗を温めて茶筅を濡らして抹茶を水で溶き、熱湯を移し替えて茶碗に注いで茶筅を振ると出来上がり。まずは気軽に始めましょう。はい、じゃあ抹茶でソーダを作ってみます。これはここに液体を入れて、ここにね液体を入れて、で蓋をしてこれを押すとソーダになるというものなので、抹茶でソーダが作れるのかということをね、ちょっとやってみたいと思います。こんな感じですね。で、これをここに移し替えます。
10言うてますね。OK。ちょっと振ります。すごい泡がモコモコなってきた。おお、すごいな。 OK かな。おー、ビールみたいですよね。できました。見た感じはね、全く炭酸があるようには見えないんですけども、ちょっと一回飲んでみましょう。あ、うん、炭酸シュワシュワしてますね。それで抹茶本来の濃厚な感じもあります。うん、すごい。もともとあった抹茶の滑らかな感じは残っておりまして、でもその抹茶本来のざらつきみたいなのもあるんですよね。で、抹茶っていうのは完璧にその溶け込むわけではないですから、細かい細かい粒子がお湯の中に混ざってる状態なんですよね。なのでそれがより冷たくなると感じやすくなりますね。うん、炭酸は微炭酸って感じです。ちょっと下の上に乗るとシュワシュワっという細かい泡が残る感じですね。強炭酸にしたらどうなるんやろな。強炭酸にしても面白そうですね。うん、ただ甘みがね、やっぱりそのいわゆる他の炭酸系のジュースと比べて甘みがないので、すごくさっぱりしたというか味わいです。でも抹茶自体の濃度感があるので、いわゆる炭酸水みたいなさっぱり感とはまた違うんですよね。うん、なので甘みとしてはもうちょっと足した方がいいかもしれませんね。うん、この濃さはでも本当に抹茶を立てる時にソーダで立てないとこんな感じは出なさそうな感じしますね。でまたソーダで立てたら泡がなくなりますから、うん、そういう意味では面白い飲み物が出来上がりました。うんうん、何かに足したらいいんだよね。うん、これ自体が完成形っていうわけではなさそうですね。カクテルの割り剤とか、うん、何かしらちょっとプラスさせたらよりドリンクとして飲み物としてすごくいいものになりそうな気がします。うん、形としては面白いですね。うん、うん、この下に残る感じがすごく抹茶感があるんで、うん、なんでしょうね。ベイリーズなどクリーム系のリキュールと合わせても面白いかもしれませんね。うん、面白い。